渡辺真一さん、当時17歳。爆心地から約 1.2km 離れた山口町で被爆しました。朝帰ってきたんです、勤務が。7時は過ぎとったら7時10分15分ごろ着いて、そしてから挨拶しようたら、おそらく帰ったのは7時半は過ぎとりました、平陵日は。その時にね、友達がワイワイ寄るのか何しよんか思って行ってみよう思うたんですね。そしてかかったんだが、その人たちは将棋をしとったらしいです。寄ったりか何も寄ってね。それでワイワイ寄るから、ね、私はその上寄った3階寄ったんだからね。だから、そこ見たいばっかりに降りたんね。それとその時間にやられたんです。その時にとにかく8畳の間をね、こっからドーンと音がしたら走って隅まで逃げました。かけてあっと音が火を見たからね、バーッて火を見たら反対方向に逃げたんです。それから8畳間なかったか6畳間ぐらいがね、こんくらいの角あったね。ただそこまで逃げたらガタンとやられたんです。倒れたんです。窓でねピカッと光ったのが分かったです。それで音がしたから、大きな音がするのはバーン言うていうような音だからね、パッと窓の方を見ますな。そうやってバーッとこうそれでその時瞬間はあれはどういうんですかね、火炎放射器。火炎放射器で飛行機からやったなと思ったんです。そんくらい見えたんです、光が。光と見る瞬間に光るでしょ。光は見るけどそれ倒れたんです。家が倒れたから、倒れたいてもここからこんくらい走ってそこの畳のところへ行ったらスポーンと落ちたんです。家がね、こう斜めに傾いてね、道があるんですよ、道路がね。道路の向こう側へ渡っとったんです、胸が。それからそこへ出たんです。道路傾いて、道路も広いですわね、自動車が通るぐらいだから、その道路がそこへ家が傾いとったんです。その家が高いからね、こういたんかな思ったんですがね、そういうこと知らないから原爆だなんていうこと。手がここだったんです。これもうこんだけになったんですよ。こうやってね、医者が言ったらな、これは用心性、骨が見えるということを言うたんです。こう避けてからね、血がだんだん出てる。それをここをもろに巻いてね、縄は最初巻いとったんですね、ないから。そうすると縄歩かれんのですよ、痛くて。それでここへどこかボロボロ拾ってからね、それでついたら血が少なくなったから練兵所で休んどったんです。ガラスはね、背中の方へあったけれど、どうですか、あれは手で取ったやつ。こう痛いからね、もう痛いで助けてくれ言うてね、言うた人は隣の人じゃってね、女の人がね、それから隣の人がこう殻をこうつけるカーラをね、それで覗いてみたら隣の人だったからね、それでカーラをもいでやって、そしてもいでカーラの下にある板を折ってこう取ってやったら、その時から手が痛くなったんですよ。これは手痛い、もうどうもならん言うて言おうたんだけど、その人はカーラ出してやったらね、さっさと逃げたですかね。もう出たら燃えおりました。それは私はホテルか隣の角かどこかわからんですよ。大きなかったからね、どっかしらとにかく橋は燃えよったです。火がついとったです。それで火がついとるからね、早に減災を入れて言うたのは覚えております。なんもないんです。べっちゃんこです。なんもなかったですよ。残ったのはね、鉄骨のどこだかな、やりゃ福屋かね、福屋かじゃろう思うんですよ。なんもなかったですよ。京橋渡ろう思ったら渡れなかったの、向こうが燃えとるからね。それ堺橋通ったんかね。
栄橋を渡ったら家が燃えとったんですよ。それからその家の橋を通ってね、そして駅へ出ました。橋が駅前橋の一つ下の橋。口の中土ぼこりなんで、もう唾を飲み込むのに困るんですよね。土で家が倒れたらもう見えがない、ずっと街が見えんぐらい土ぼこり立っちゃうんでから。それだからその中でたらもうかなわないからね、どこだったかね、口を洗ったのは駅へ着いてプラットフォームに機関車へ吸収する水道があるんですね。あの水道で口を洗ったんですよね。もうそれまで喉が泥が入っとるのでね、唾気を飲まれるんですよね。その川にね、みんな川の下へ覗きに行きょうんですよね、水を飲みに。そしてこうやってみんなね、こう川が垂れとみんなこうやって歩ける人がおったんですよ、ずっとね。川が垂れて手をつけられんのでしょう。そうなんだ、川が垂れてね、こう何が垂らしたんか思ったら最初はね、腰のこんな焼ける家が焼けおる中の入れたんかぐらいは思うよたですよ。布を下げと思うとな、川が垂れとったんですみんな。それ川黒なったでしょ、すすで。すすいうのかなんか知らん、どうして黒なったか、黒いんですよね。黒いで真っ黒じゃないですよ。それはすすけたようになっとるかな思ったけど、まあいいや、焼けとんだけど、焼ける中家が飛び出たんだろうと思うたんですね、その時は。そしてずっとそれが一人や二人じゃないんですよ。多いからね。みんなそうなんですよ。おかしいのはどうしてそんなにまで焼ける中出たんかな思ったですよ、その時は。母子を数えた人はね、こっから下髪がないんです、母子の下は。後ろからやられてと前の人の顔を見なかったけどね、後ろこうやって母子数えたら後ろの髪がずっとみんな飛ばされたんで、母子がね。それが7人もおりました、その人が。帽子を変えたら輪がこうなってるから、おかしいなこの人ら何じゃろうかな、何の仕事をせずなのか思ったんですよ。そういう人も連兵場がよくおられるから、はあはあこの人は帽子で焼けたんじゃない、焼けさせたんだな、もう帽子かじいとって顔が腫れとんな、顔はそんなに腫れとんの見えなかったかね。こうなっとるからね、はあこれ焼けたんじゃない思うことは思いましたけどね。夫婦じゃろう思うがね、子供さんを子もえ両方が夫婦がこう覆って、それで子もえ包んで足がブラッとなったんですよ。それを山にして焼けおるんです、みんなね。練兵場ね、東の練兵場ね、牛田大橋の際で、そこへみんな子供投げ込みをたです。もう縄でこう仮に作った木の棒でね、2人担いで足を垂らしてるから人間にいることが分かったんです。それをもって今度は東の練兵場の牛田大橋の北側で投げ込んで焼けよったですよね。そこへね、もうみんなそこへの子供投げて焼けよったです。もうどうしようもないよな、もうやけどしてしまうて手を流して手を垂らして死んどんだからね、死んでおられるんだから、もう投げて焼けるぐらいだからね。それ小物で担いだ人もやっぱり小物のようなもの、小物じゃないです、小物のようなものですよ。多分縄でこうやってるだけですよ。それで縛って2人を夫婦が変えて一緒にこれ焼き落ちちゃったですよ、投げ込んで。山ほど重ねたのみんな模様だからね、それをみんな投げ込むんですから、それは処置するのに困るからどうしてもやるんですわな、それは。さんですよ、もうほんま情けなかったですよ。こうまでして戦争せないけんのか思うたしね、どうして、戦争するのは兵隊がすりゃいいんでいてね、私はそう思いましたよ。なんでここまでね、みんな苦しみに子供をね
親が投げて焼けおる時見たらね、どうしてこんなことまでしないけんのかな思うと、戦争いうものはいうことをもうすぐ思いました。ああいうものは二度と使うもんじゃない思います。そういうことは。その原爆いうものはやってみなかったらわからないいうことがあるけどね、受けたものはほんまよくわかります。あんなもの使うもんじゃったら生きとらない方がいいですよ。あれをやれるんじゃったらね。戦争はない方がいいですよ、それは。戦争でそんなものを使ってやらなくてはいけない戦争はね、そんなことはないで、みんな平和でやる方がいいと思いますよ。人だけそんな機会を与えてね、生きて何になるん、そんな。私はそういうふうに訴えたいですよ。核兵器いらないですよ。核兵器があるためにみんなこういうような形になるんじゃったらない方がいいです。使わない方がいいし、作ることがまた事件を思いますよ。